皆さんこんにちは、のらんです。はい、こちら前回制作しましたハイネックのカットソーとハーフパンツを着ているルルコちゃん。ボディの方はオビツ22サイズになります。で、こちらは前半戦ということで、後半戦はね、こちらに長袖のアウターをちゃんと作って、冬服を作りたいなというふうに思ってるんですが、当初の計画ではですね、こちら今すぐ作りたいリカちゃんの着せ替え服、こちらのこれですね、ダブルボタンのアウターの方を作ろうと思っていたんですけれども、ちょっとね考えが変わりました。はい、こちらですね、すでに、サブチャンの方では実はご紹介をしているんですけれども、ハノンさんの新しい型紙本が出ています。ドールソーイングブックハノンリカということで、こちらもリカちゃんボディサイズ22センチドールサイズのお洋服がいっぱい載ってるんですけれども、こちらね結構秋冬春、あったかい長袖系のねお洋服がいっぱい掲載されてまして、アウターもね多いんですよ。でね、これを冬の間に1着は作りたいなと思ってまして、ここから1個作りたいなってことで、ちょっとアウターの型紙をねこちらを使う予定だったんですが、こっちに変えようかなって思ってます。それが理由の一応1つ目なんですけど、2つ目が、これはね私が若干サボったといえばサボったんですけど、このカットソー上のを作る時に本来はね袖がランニング丈っていうんですか、こうクリッと肩口が出てるタイプのものだったんですけど、めんどくさかったのもあって、この肩口がねストンと出ているタイプのにしちゃったんですよ。その関係もあってね、結構ここが今分厚いんです。でさらにオビツ22なので余計分厚くって、ちょっとねここの切り返しがあるタイプのアウターだと着せるのがねきつそうなんですよね。結構このアウターがね腕のところがシュッとしてるので、これ作っても着せらんないかもしんないなと思った結果、こちらハノンさんの型紙本の方に袖の切り替えなしのタイプのアウターがいくつか載ってるので、その型紙を使ってゆるっとした感じのアウターを作ろうかなと思ってます。で、アウターの名前としてはチェスターコートっていう名前です。なのでテーラードカラーのお襟になってるので、すごくスタイリッシュだけどダブっと感があって可愛らしいシルエットになってます。でさらにね、ハノンさんのこの型紙本では、コットンリネンだっけな、リネン系の生地を使ってるので、真冬っていうよりは秋とか春先に合う形のアウターになっているので、そういう意味でもねこれから作るのにちょうどいいかなっていうふうに思って、ちょっと型紙の変更をしたいと思います。なのでもともとはねこの別鎮なのかな、ベロアっぽいこれを使おうと思ってたんですけど、どうしよう、布もリネン系に変えようかな、どうしようかなって迷ってます。ちょっと探してみて、からし色系かこういう赤色系でリネンがあったらそっちに変えて、なかったらまたちょっと迷います。はい、これでもね全然いいんですけれどもね、ただちょっと完全真冬って感じなのと、テーラードの襟がねうまく出ないかなどうかなっていうちょっと不安もあるので、ちょっとね布の選択をしたい。布と型紙とのちょっと相談をしながらね、決めていきたいと思います。はい、ではね、チェスターコート、このようにね型紙は写し終えたので、今から早速ね布に写していこうと思うんですけれども、まだね布で迷ってるんですよ。もともとハノンさんの型紙ではリネンを使ってたので、私もそれに倣ってねリネンにしようかなって思ってるんですけれども、ちょっとねリネンの色があんまり良くないんですよね。まずこれがおそらくリネン系の箱、もうね布もどれが何なのかあんまよく分かってないんですけど、よいしょ、これがハーフリネンソフトシーチングの全部だと思います。わりかしナチュラルな色が多いんですよね。これもすごくね
綺麗だし無難なんですよ。なんならよいしょ、この子ですね。全然どの色でもいけるんですけど、ちょっとね、もうすぐ今2月なんですけど、やっぱ春がね近づいてるじゃないですか。そうするとやっぱちょっとね明るい色がいいなって思うんですよね。で唯一この辺が色味があるんですけど、そんでもちょっとくすみカラーなのでっていうのがまず1。これがハーフリネンで、次これね何の布かちょっとよくわかんない。何の布かはよくわかんないんですけど、わりかしね使いやすくてお気に召してた布で、結構だから色も買い足したんですよ。いたこの子シュガーカップスちゃんのこのつなぎを作った時にも作ったんですけれども、すごい薄手なのにそんなに使いにくくもなくて、で結構こうふわっとした仕上がりになるので、こう綿みたいに折り目がねがっつりついてガサガサしない。とはいえ化繊 100% みたいにツルツルしすぎて縫いづらいっていうこともなくて、すごいねちょうどいい塩梅の布なんですよ。これもねいいなって思って、そうこのからし色とか可愛いですよね。そうこれもいいなって思うけど、ちょっとテロテロすぎてコートっぽくないのかなっていうのが悩ましいところね。可愛いからし色もいいけど、あえてねこういうちょっと攻め気味の色とかもいいなって思っちゃいますね。そうこれもねちょっと迷う。で一番個人的に攻めてるけどやりたいのがダブルガーゼです。これね懐かしい。私がほんとドール服を初めてちょっと売った時期があるんですよ。その時に初めて作った時に使ったのがこのダブルガーゼです。そうこのね発色はすごくいいんだけど、そんな派手すぎないこの感じがねすごい好きだと。私もともとダブルガーゼがすごい好きなんですよ。それもあってねよく使ってたんです。やっぱからし色系かわいいなね。と緑だと地味かな。これもね若草色で春感があって好きですけど、もしくはねもっとすごいガーリーにしちゃうのもありですし、悩む。でもダブルガーゼが多分一番使いにくさはあるんですよね。その名の通りダブルガーゼなので縫ってるとねめくれてくるんですよ。なんで縫いづらさはあるんですけど、ちょっとこのリネンっぽい感じもあって、このねビビッドな色がすごく可愛いので、結局ね私は本当はダブルガーゼで作りたいっていうのがある。ちょっと頑張ってみるか。今回の型紙そんなに難しい形じゃないんですけれども、一応襟があるのでそこだけ私の中で懸念事項ですが、でもね作りたいと思った布と色でやった方がいいよねとは思ってるので、よしダブルガーゼにしよう。ちょっとなのでダブルガーゼにしていきたいと思います。こんな感じでねいいんじゃない？よしじゃあこれで写していきたいと思います。はい完成しました。ルルコちゃんに今からねこちらのコートを着せていきたいと思うんですけど、まずはねちょっと着せる前にお見せしようかなと思ってこんな感じに仕上がりました。結構ねこうやって作ってみるとやっぱダボっとしたシルエットで、作り方はねめっちゃ楽でした。私ねこの襟がちょっと苦手で、でもねわりかし綺麗に作れたんじゃないかなと思います。そうこの襟のね私苦手なとこがここの部分ですねが裏地とかないので隠れないんですよ。なんでねうまく縫うことが割とできないことが多くて、これがねちょっと苦手なんですけど、なんとか縫えたかなと思いますけどね、やっぱガーゼ地だったのですごいボロボロほっつけてくるんですよ今もね。でこんでもね一応ピケとか使ってしつけはしたんですけど、やっぱねちょっとほっつけやすいなという感じはありました。でこのボタンはね全部飾りボタンなので実際には特に機能していないという感じです。じゃあちょっとね早速着せていきたいと思います。はいこんな感じになりましたね。いいんじゃないですか。かわいい。そうねやっぱね朝の方が良かったのかなって思う点が1個あって、
すごくね着心地は良さそうなんですよ。ダブルガーゼで柔らかいんですけど、やっぱりねちょっとボリュームが出やすいのと、こうパリッとしたライン感みたいなのはやっぱねダブルガーゼはそこまでないので、ちょっとねそのコートらしさみたいなところは半減するのかなと思います。ここはね好みの問題っていうのと、あとね実際この春先であればそこまで気にならないのかなと思うんですけど、どうしてもねダブルガーゼはアウターというよりはねシャツだったりとかもっと中に着る布地のイメージがあるので、なんならこうパッと見パジャマにも見えなくもない布地なのかなと思うんですよね。ひょっとしたらねこれがハーフパンツじゃなくてジーパンとか、このもっとちゃんと中に着るものがおしゃれ着に近い服だったら、あえてのこのカジュアルコートってのもありなのかもしれないんですけど、ちょっとねガーゼ地だとカジュアル寄りすぎて部屋着みたいになっちゃうのかなっていう気はちょっとしますが、でもね可愛いかなと思います。で今これルルコちゃんが22ボディ、オビツ22ボディなので、オビツ22ボディでだいたいこのぐらいの丈感とサイズ感ですから、もちろんリカちゃんとかにも着れますし、作る前にも言ってましたけど、ももこさんとかね、オビツ24でもなんなら全然着れるんじゃないかなというふうに思いますのでね、いろんなボディサイズのドールをお持ちの、方でもねすごく汎用性の高いコートなんじゃないかなと思います。ちなみにこちらのボタンですけれども、これはセリアでね、買いました。ちょうどまさにねこの8個入りで100円のボタンで全部使い切った形ですけど、なかなかね質感も悪くなくて使い勝手のいいボタンだったのでね、完全に飾りボタンですけど、またこういう機会があったらね使いたいなというふうに思います。いやいいんじゃないですかね。ちょうどねここ最近やっぱり2月も中盤に差し掛かってきて、あったかい日もね増えてきたので、こういうちょっと春先にも使えるようなコートっていうのはちょうど季節柄ぴったりなんじゃないかなというふうに思いました。いやー今回ねこんでワンセット作ったので結構時間かかるかなって思ったんですけど、なんとかね2月中に作ることができてよかったです。ということで本日はこちらハノンさんのドールソーイングブックリカの中にあるチェスターコートを作ってルルコちゃんに着せてみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。